はい、どうもゆうです。今回はですね、また、ちょっとカメラの、変更時期が来まして、ずっと強力のデフォでやってたんですけど、テレビ引きに変えたりとしてた時に、あんまりうまくいかなくてですね、アップデゴ特に。で、ちょっと久しぶりにある、設定にしたんで、そちら紹介したいなと思います。でですね、配信見てもらってる方とかは知ってるかもしれないんですけど、カメラ、クラシックですね。これが多分なんですけど、FC プロとかでも、ちょっと変わったカメラの時にクラシックかレガシー、多分クラシックかなと思ってるんですけど、の方がいてて、今回ちょっと久々に使ったんですけど、前回使ってた時に関してはですね、だいぶ横からの画面になります。テレビ引きに比べると、横、だいぶ高さ低くなって横から見るって感じになるんですけど、その関係で、奥側見えるんですけど、ちょっと先週のこの奥行き関係が分かりにくいっていうのがあったんですけど、比較的、なんかアプデ語に関しては1対1がすごいやりやすくなってるので、このカメラ自体が。カメラ自体めちゃくちゃこの1対1やりやすいので、その関係もあって、1対1の、バトルが勝ちやすいというか、ボールは取りやすいなっていう印象は正直やってて思いました。ただですね、やっぱ協力とかに比べると、ちょっとカメラの見にくいところっていうところが、やっぱりあったりするので、ちょっと感覚的な部分になってきたりはするんですけど、あとは1対1で余計なことをしてしまったりっていうのは出てくるんですけど、比較的本当に1対1はしやすくなるので、悪くないなっていうところで、ちょっと今回お勧めしたいなと思います。あと配信中もですね、めちゃくちゃ質問多かったので、カメラ、どうしてますかっていう、この設定何みたいな。過去にも出してたんですけど、その時と比べても数値ちょっと変えてたんで紹介したいと思います。ここはもうデフォの状態で高さ20のズーム0にしております。前回とか確か0とか、ズームとかをいろいろ触ったりしてたんですけど、ファーサイドのフォーカスとか。これはひょっとすると0とかに近づけてもいいのかなとは思ってます。で、20ゼロで20にしてたところで全然高くないので、このカメラ見てもらっても分かる低いので、これが、本当にしやすくなるっていうところですね。リプレイ、この後、リプレイシーン、ゴールシーンとか、守備シーンとかもちょっと切り抜きで上げようとは思ってるんですけど、比較的やりやすいなっていうところですね。デメリットとしては本当に見にくいところ、メリットとしては1対1が本当にやりやすい、プレスもしやすいし、比較的攻撃も1対1の勝負はしやすいというところで、いいところと悪いところがはっきり出てるかなとは思います。自分がテレビ引きがそこまで、久しぶりにやった時にうまくいかなかったんで、クラシックでの方が個人的にはやりやすい。クラシックか協力で自分は今悩んでいるという状態になります。他の方とかもですね、これ今見ていただいている方も、もし、このカメラ一回やってみてほしいなとか、めちゃくちゃこれ強いんでやってみてほしいみたいな、めちゃくちゃなことじゃなければ、ちょっと自分も試したいなと思ってるんで、よければコメント欄にお願いします。ではですね、この後ゴールシーンと、守備のシーンとかも含めて、あげたいなと思ってるんで、よければそれを見てください。で、最後にチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。
こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは、相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報したりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ面含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめであったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談。で、ここにプレイ動画っていうことで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかと。どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなんかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。